世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私もそうなんですけど、月末にいつも不安になるっていうものがありまして、はい。というのもお金がですね、たまらないっていう方ってよくいるじゃないですか。っていう支払いっていうのがありますし、その入金と支出のバランスですよね。を考えるとですね、やっぱ月末っていうのは、お金の不安がすごい襲ってくるっていう時期でございます。お金にとらわれない生き方というか、執着がなくなるっていうことはですね、ヨグマたちのこういった教えの中で、あるような話なんでしょうか。そういった方法ってございますでしょうか。みんなね、お金に集中しているので、お金もエネルギーなんですけれどね。だからたくさんあるとなんかエネルギーをいただけたような気がするんですけれども、自分の中のこう未知なエネルギーがあって、そういうものをね、こうすごく育んでいくとね、どんどんこうお金の回りが良くなって、リッチになって、だからそういう、うちではね、こう、富の、秘宝とかっていうのを差し上げてんですよ。で、そういうのをね、こう、唱えていくとね、すごくね、こう、いろいろ豊かになって、才能も豊かになってね。で、そういうものを吐き出していくと、また、みんなから愛されたりとかね、結果として、なんかそういう報酬が増えたりとかね。だから自分のこう、豊かさがどんどんこうね、成長して、そういうものを発見して、引き出していくとね。でもお金のことを考えなくても、自然に豊かになるっていうか、だからもう私たちは無限のパワーがあるし、ね、無限の英知があるし、すごい素晴らしい。本来は、完全な存在なんですよ。だけれども、こう心配、お金がないとかね、こう否定的な心でね、どんどんエネルギーをこう、消耗してね、そういう力がなくなって自信がなくなっちゃうっていうか、自分をこう豊かにしていく、自分の、内側を整えてね、良いものをこう引き出していくっていうね、そういう方に意識を向けていくと、お金ってお金のことをね、お金は永遠のものじゃない。変化するもの。どんどんこう、増えたりもするし、減ったりして使えば減ってしまうっていうかね。自分の中のこう永遠の存在につながってね。そして自分の才能をどんどんね、こう例えば仕事だったらこうスキルをアップするよりね、そういう学びをしたりね、人格的にすごく成長していくようなね、もっと愛を増やすとか、こう直感が優れるようになるとかね。で、仕事の能率も上がりますし、人間関係も良くなって、周りから慕われるようになって、それで月給も上がったりということでね。また自分がこうどういうお金を使ったらいいかっていうね、こうシミュレーションをして、月末にお金がなくならないように、出るものは決まってるわけですから、使うものもね、こうやっぱり俺寂しいとね、すごくお金でいろいろ欲しいってこう満たすためにね、何か物欲でこういろいろものを買ってしまったりとかね。だから自分の内側が満ちてくると、その自分を愛してね、でそんなにこう何かそういうものでお金で満たしたりね、もので自分をこう慰めたりしなくても、自分を愛してね、自分の中にものすごい豊かな才能があるのでね、そういうことをこう開発していく生き方をしたらどうなのかなって。うちはそれを指導させていただいてるんですね。皆さんにそういう秘宝を伝授して、自分自身がね、心も豊かになり、体も豊かになり、才能が目覚めてね、みんなも潤い、自分自身も潤うっていうような生き方をしていくことができる。そういうふうにね、人生の設計をしていただいて、人生の目標、自分自身を最高の人間にしていくって。そうするともちろんそういう人間だから、
お金もどんどん生み出す力がね、身についていく。最高に健康にいいのは粗食なんですよ。だから毎日なんか美味しいものばっか食べてるとね、やっぱり動脈硬化になるかもしれないし、肥満になるかもしれないしね。それでパワーをって思うんですけれども、内臓が疲れちゃう。だから逆に粗食で、納豆とか食べたりして、そんなに食費もかからないと思いますし、だから使い方もね、上手になって、やることをもっと自分を豊かにする、瞑想をしていただくとね、すごく内側が豊かになるのでね、寂しくなくなって、寂しいから何かやったらお金を使うとかね、身の丈以上のものを使ったり、人を見て羨ましがってね、そして自分の身の丈に合わない、そういう生活をしてしまうとかね。だから自分を磨いていくとやがてね、豊かになってきますから、若い時は苦労した方がいいんですよ。やっぱそういうお金っていうものは変化するもの、そうなくなってしまうもの、使ったらなくなってしまう。そういうものをとらわれて、寂しいってことですね、もう。そうですよ。そのお金の金欠だっていう方って。そうですね。結局じゃあ、必要ないものにおそらく使ってしまったりとか、そう。勢いで使ってしまうとかってやっぱありますよね。私も言われてみればあるというか、ご褒美だなんつって、今日はいいんだとか言って、爆食だみたいなたくさん食べたりとか、飲んだりとか、そういうのってやっぱ結局心が、寂しいのね。自分を豊かにしていく、修行していくとね、そういうのにお金を少しでも投資してやっていくと、さらにそれがね、お金を生み出す、みんなから喜ばれたりね、喜ばれる仕事ができたり、アイデアがパッと浮かんだりね、で成し遂げる力がどんどん体力的にも精神的にも強くなってね、そうやって生み出す力、自分から新しいものを生み出す力、欲しいで依存していくとね、自分がどんどん弱くなっちゃう。だから自分を強くすること、内側のね、すごく見えないところを磨いていく。そういうところにね、意識を持っていくとね、私たちは素晴らしいね、神様から送られて、この体と心をいただいてね、まだ磨ききっていないわけなんですよ。だからどんどんね、素晴らしいアイデアが出るし、持久力とかね、また続ける力、意志の力とか、そういうものを精神統一力とかね、そういうものを身につけていくとね、そしてクリエイティブな考えになって、自分を愛して、周りを愛していくと、どんどんさらに素晴らしくなると思いますよ。そういうことに意識を持っていった方が、お金って、お金のことを考えない方がいい。いいことだけをする。そうするといいことが返ってくる。そうやって人を傷つけない、自分を傷つけない。そうすると、どんどん発展的にね、心と体を使っていくっていうことなんですね。自然にね、自分が豊かになると、お金も回ってくるっていうかね、またお金をどんどんお布施するといいんですよ。差し出すと。そうするとね、入ってくる。執着を取ると。お金ってケチにしてるとね、逆にね、貧乏神が取り付いてるみたいになってるので、そういうのを取っていくとね、それをきっかけにね、ハングリーっていうのはすごくいいですから、いいですよ。それでしっかりとね、どうやったらいいかって豊かな人間になっていく。ないとか思うんじゃなくて、実力をつけていく。そういう生き方をしていくといいんじゃないですかね。はい。やっぱり若い方でもそういうふうに変われるってことですね。そうですよ。若い方がよく言うような気がしますけど。やっぱしクリエイティブになってね、そして順に感謝でそういうものをいただくっていうこともあると思うのでね、何も自分も努力しないでそういうもの、親からもらったものとかそういうものはね、どんどん離れていってしまいます。で、お金はね、死ぬ時は持っていかれないんですよ。確かに。だから自分のね、やはり自分をいかに、整えてね、そして宇宙の真理を知っていくかっていうこと、そうやって磨いていく。もうそのためにちょっとお金が必要な時もあるかもしれないので、そうやって、みんないいものを
出していくとこうエネルギーなので循環していくっていうかね、必要なものをこう与えられるっていうか、だからお金が豊かになるそういうマントラもあるんですね。マントラっていう聖なる波動なんですけれども、まあぜひそういうものも段階を追ってね、みんなに親切にしたりね、そういう生き方、みんなに分かち合うっていうことが大切ですよね。